ドルフロにオリジナル人形パエトウーサが登場します。頭に剣がついた2074年のユニコーン。パエトウーサは3属性のアタッカーでユーティリティより火力に特化しています。各種ダメージスキルと3属性の行動支援を持っています。無突でも十分実用的で有効突は0、1、3、6突。持ち武器も優秀ですが3突以下ならウルリドの武器で代用しても構いません。パエトウーサガチャを考える際のポイントは2つあります。1つ目は最近の先行版で3属性サブアタッカーネメシスグノーシスが追加されたこと。最終性能はやや低いものの無料で突を進められます。つまり無料で完突可能なかなり優秀な人形を入手できるため、パエトウーサを中途半端に突するとコスパが悪くなります。この場合は無突確保程度で済ませるのも選択肢になります。2つ目はセクスタンス実装後に可能になる刀編成です。基本的にはセクスタンス、ウルリド、パエトウーサの3人で構成されます。刀編成自体はまだ未完成ですが、コアはセクスタンスであり、残り2人が火力を担当します。この場合は思い切って大きく投資し、貫突まで狙うことで、3属性と刀編成の両方に集中投資することもできます。シンプルな範囲近接3属性ダメージです。非常にシンプルな移動剣ダメージスキルですね。破境名、必殺技で使用するスタック、最大3スタック。ウルリドと同様、刀攻撃に対して追加ダメージを受けるデバフも付与します。デバフ用のシンプルなスキルですが、パッシブと連動する重要な役割があります。範囲近接3属性ダメージスキルです。スキル2で獲得したスタックを消費してダメージが増加します。近接ダメージを与えると SP 足す1、最大3回。さらに味方の範囲攻撃に反応して1ターン最大3回まで支援攻撃を行います。そしてドルフロに初の使用可能なパッシブスキルです。スキル2使用後、戦闘中たった1回だけパッシブをクリックできます。パッシブを使用すると行動終了後にパッシブ使用時点の状態へ戻ります。この木型は能力値やバフ持続時間なども含まれます。つまりパッシブスキル3を使用して行動終了後、再び3スキルを使用して大ダメージを与えられます。3突なら戦闘中も1回使用可能になり、サイクルが変わります。パーツは近接強行。オプションは一般的な攻撃ボーナス、会心ダメージ。キーは会心を上げる2、01、単体ボス戦なら4、01、6、01キーでバフ浄化も可能です。オリジナル人形なのでそこまで語ることは多くないですね。パエトウーサはガラス島イベントで一度だけ名前が言及されたことがあります。イベントのボスだった不気味な人形の本名がランペティエーで、別の姉妹機としてパエトウーサが存在するとされていました。後編イベントが始まる前にランペティエを思い出しておくのも良さそうですね。